こんにちは、こんばんは、よっすいです。今回は流体シミュレーションで煙を作って、それをメッシュ化してレンダリングしてみます。流体シミュレーションは PC の性能が低いと重たいかもしれませんが、10年ものの私の PC でもできたので、多分重たすぎてできないということはないと思います。それでは始めましょう。まずはキューブの大きさを変更します。5m×5m×6mくらいにして、底面が Z 軸の0に来るようにします。変形後はコントロール A で全トランスフォームを適用します。次にアイコスフェアを追加して大きさと Z 位置を 0.5 メートルにします。キューブを選択して物理演算プロパティから流体を割り当ててタイプをドメインにします。次にアイコスフェアを選択して流体を割り当ててタイプをフローの挙動を流入項にします。すると煙が発生します。このままだとずっと煙が出続けるので、フローを使用のチェックにキーを打ちます。3フレーム目にキーを打って4フレーム目でチェックを外してキーを打ちます。そうすると4フレーム目から煙の発生が止まります。ここからいろいろ調整していきますが、設定の数値をいじるだけではシミュレーション結果に反映されません。ドメインの設定にある分割の解像度の欄を選択してエンターを押すと再計算が行われます。なので数値を変更しても何も変化が見られないぞと思ったら、一度解像度の欄でエンターを押してみてください。次にアイコスフェアのフローソースを調整します。現在はメッシュの表面から発生するようになっているので、メッシュの内部で発生するように変更します。表面からの発生距離を0にして、ボリュームからの発生を1にします。次にフォースフィールドの乱流を追加します。強さ3、サイズ 0.5 にします。最初だけ強くてあとは弱くしたいので強さにキーを打ちます。9フレーム目にキーを打って10フレーム目で1にしてキーを打ちます。次にフォースフィールドの風を追加します。強さ 0.5、フローを0にします。解像度を64にしました。計算が重いので適用ドメインにチェックを入れました。こうすると計算が必要な部分に合わせてドメインサイズを変更してくれます。だいたいできたので一度キャッシュベイクをしてみます。ドメインのキャッシュ欄で必要なフレーム数に変更してタイプを全てにして全てベイクします。
ベイクが終わったらキャッシュのパスをコピーしておいて、追加、ボリューム、オープン VDB をインポートを選択します。コピーしておいたパスをペーストすると、いくつかフォルダができているので、その中のデータフォルダを開くと、VDB データがあるので全て選択してインポートします。そうすると VDB データがインポートされます。ただよく確認してみると大きさが変わったり位置が動いたりしています。これは適用ドメインを使用しているために起こっていると考えられます。なので VDB データを使うときは適用ドメインは使用せずにベイクしないとダメみたいです。適用ドメインのチェックを外して再度ベイクします。今度はシミュレーション結果と同じになってますね。それではこのデータをメッシュ化していきます。まずは平面を追加します。そしてボリュームのメッシュ化のモディファイアを追加します。オブジェクトの欄でインポートした VDB データを選択します。するとメッシュ化されます。式位置を調整してメッシュ具合を調整します。スムーズシェーディングにチェックを入れるとスムーズが反映されます。次にカメラの調整をします。特に問題なさそうなのでこのまま進めていきます。少し煙の量を増やすので一旦ベイクを解放します。アイコスフィアを選択して編集モードに切り替えます。シフト D で複製して数を増やして適当に配置します。そして再度ベイクします。だいぶ煙の量も増えましたね。これで OK なので解像度を上げて最終的なベイクを行います。フレーム数は120くらいが良さそうなので変更しておきます。
動画では一瞬ですが結構時間がかかりました。再生すると途中で切れてますね。インポートした VDB のプロパティを見てみると、フレームが100になっているので120に変更します。そうするとちゃんと表示されました。カメラの位置を調整します。次に細かい気泡をパーティクルで飛ばそうと思います。円を追加して編集モードで F キーを押して面を作成します。そして位置を合わせます。パーティクルプロパティでプラスを押してパーティクルを追加します。そのまま再生すると下に落ちますね。まずは重力を無効にします。フィールドの重みで重力をゼロにします。そうすると上に上がっていきます。このままだとずっと発生し続けるので、終了を20にして寿命を200にしておきます。少しランダムに数値を入れます。次にフォースフィールドの乱流を追加してサイズを 0.5 にします。ちょっと速い気がするので速度のノーマルを 0.5 にします。だいぶ良くなったので数を2000に増やします。
レンダリング用のアイコスフィアを追加します。レンダーのレンダリングをオブジェクトにして追加したアイコスフィアを選択します。スケールとスケールのランダム化を調整します。レンダーのレミッターを表示のチェックを外してレンダリング時に表示されないようにしておきます。いい感じになったらパーティクルをベイクします。パーティクルがスムーズシェードになってなかったので、参照元のアイコスフィアにスムーズシェードを設定します。マテリアルの設定をします。電波を1にして粗さをほぼ0にします。レンダリングしてみます。必要ないものがたくさん映ってますね。いらないものはアウトライナーでカメラを×にしましょう。あと今回はサイクルズでレンダリングします。レンダーエンジンをサイクルズにして、レンダーの最大サンプル数を32にしてデノイズにチェックを入れます。再度レンダリングしてみます。真っ黒ですね。まあライトがないので当然ですね。平面を追加して大きくして上に持ち上げます。そしてマテリアルを追加して放射の色を白にしてライトの代わりにします。レンダリングしてみると無事表示されましたね。ただ細かい気泡が大きすぎるので小さくします。全部小さいとそれはそれで面白みに欠けるので、少し大きいものも若干ある感じにしようと思います。パーティクルのオブジェを複製して、パーティクルプロパティのペアの上にある2と表示されているところをクリックして同じものを複製します。そして数を200にします。
ノーマルも 0.5 から 0.7 にしてスピードを変えてあげます。キャッシュをベイクして大きさを調整します。最後にサブディビジョンサーフェイスモディファイアを追加します。ビューポートではいらないので0にしておきます。これでアニメーションをレンダリングします。次に合成用の素材としてフレネル効果の素材を作成します。シェーディングタブで追加入力フレネルを選んでノードを追加します。サーフェスにつなげるとフレネルが確認できます。追加コンバーターカラーランプを選択してノードを追加して白黒のコントラストがはっきりするように調整します。これもアニメーションをレンダリングします。背景にグラデーションを加えて2つの素材を合成するとこんな感じになります。今回の動画は以上となります。煙をメッシュ化してガラスっぽい質感にすると気泡に見えるといった面白い結果になりましたね。同じように炎をメッシュ化してみたものがこちらになりますが、こちらは炎っぽいねといった感じですね。何か面白い表現ができそうな可能性はありますが、私の PC ではシミュレーションに時間がかかったり、重すぎて範囲の広いものが作れないといった事情もあって、この辺が限界でした。最新の PC をお持ちの方はもっと解像度を上げてみたり、大規模な爆発なんかを作ってみて、メッシュ化してみると面白い結果になるかもしれませんね。それではこの辺で、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいと思ったらグッドボタンもよろしくです。それではまた。